どうもソンツンです。今回の動画なんですが、これからマカオに初めて来るという方であるとか、マカオにずっと前に来たことがあるんだけれど、もうどういう街並みなのかわからないなって、記憶にないなっていう方々向けにね、ちょっと動画を撮りたいなと思いまして、どっちかっていうとメジャーなところばかり行くんですけれども、マカオ半島、タイパー、あとコタイ、そしてコロワン島というところをですね、ちょこちょことそれぞれかいつまんでいきながら動画にしてみたいなと思います。でまずはマカオ半島の南部の方にほとんど位置している世界遺産歴史エリアというところになります。でマカオの世界遺産なんですが、2005年の7月15日にユネスコによって登録されたということなんですが、歴史エリアということで、そのエリアの中に22カ所の建物と8カ所の広場、合計すると30カ所あるということなんですね。ただマカオというのは狭いところでありますので、建物にしても広場にしてもそんなに大きな規模のものはありませんし、広場の中にまた別の世界遺産の建物があるとかね、そういったところが多いんですね。例えば現在いるところが、これも世界遺産のセナド広場というガイドブックとかでもね、表紙になるぐらいの有名なところであるんですけれど、この広場の中にも他の世界遺産の建物が見えたりするんですね。例えばこれが市政所であるとかですね、もう噴水のちょっと隣に白い建物があるんですけれども、こちら名前が人事堂と書いてるんですが、こちらも世界遺産に指定された建物です。で合計すると30カ所選ばれているということなんですけれども、この動画の中ではその中のね一部分だけをかいつまんで、紹介させていただくことになるんですけれども、これから歴史エリアのところをですね、最もメジャーなところをですね歩いていきます。で世界遺産巡りにあたっては結構あちこちにねこういう矢印の案内板が出ておりますので、 Google マップとかねガイドブックとか使われるっていう方も多いと思いますけれども、こういった標識をも参考にしてください。日本語もね書いてるんですけれども、これが世界遺産のマークですね。でちょっと分かりにくいんですけれども、地図とか、あと他に、世界遺産もしくは、世界遺産ではないけれども観光地のところですね、日本語での説明も少し書いております。で単に街並みを紹介するだけではなくて、若干グルメとかもね紹介しようかなと思ってるんで、有名なところがね、セナド広場の近くにあります。ここでは食べないんですけれども、今回はハーゲンダッツがあって、その隣にね、緑の看板で、これいい春にうないという牛乳プリンがね、マカオ有名なんです。エッグタルトがね、一番知られていると思いますけれども、牛乳プリンっていうのも有名なんですね。ちょっとこれはまた別のところでね、食べたいなと思います。ではこのセナド広場からちょこちょこと中の方へ進んでいきますと、さらにですね世界遺産の別の教会であるとか建物が出てきます。それとマカオって結構こういう石畳の地面のところがね、多いんですけれども、このセナド広場のところでは波模様に形成されてるんですね。ポルトガルの大航海時代の象徴ということで、こういうデザインになってます。セナド広場から歩いてきてすぐに出てくるのがこちら聖ドミニコ教会と言います。ちなみにこの教会前の広場がですね、ドミニコ広場と呼ばれる、こちらも世界遺産としてね、区分されているんですけれども、教会の中にね入ることができます。世界遺産の建物とかはマカオでは入場料というのは一切かかりませんので、そのままねお入りいただいて結構です。ドミニコ教会の左側はちょっと面白くてね、教会の同じ建物内にあるんですけど、これお土産屋さんなんですよね。ジャーキーとかあんなん売ってるんですけれど、で最近ドリンク屋さんで人気なのはこのニーシュエビンチョンという、これは大陸の方から来たのかな。最近株式に上場したっていうらしいんですけれど、これがね結構人気あって、ソフトクリームもあればタピオカミルクティーとかね、ああいったドリンク系も売ってます。
このファンケルっていうのがね結構目印にあって、セントポール天使堂跡というところにねこれから行くんですけれど、このファンケルのところからずっとねこれちょっとした坂道になってるんですけども、それをねこれから上がっていきます。矢印板がありますのでね、この通りに行っていただければいいんですけれども、ファンケルのすぐ隣のね道っていうのがまた面白いところでありましてね、観光中時間がありましたらねちょっと歩いてみてください。マカオ名物ともう言えますかね、カレーおでんのね集まるお店があるんですよ。こういったのであるだとか、前にこう具材が陳列されてますけれども、こういったところがですねマカオ風カレーおでんのお店になっております。あとこれがキカというですね日本人女性が経営されているジェラート屋さんなんです。過去にもね動画で紹介したことあったんですけれども、こういったところもねぜひ訪れてみてください、お時間ありましたら。はい、ではちょっと話脱線しましたけれど、ここからセントポール天使堂跡方面にね向かっていきます。セントポール教会までのこの坂道っていうのはね、日本の京都でいうと清水寺まで行く坂道、あんな感じでねお土産店がずらりとね並んでいるところですね。薬局もね結構多いんですけれど、中国の人がね薬買いに行きますのでね、薬局も結構この坂道何店舗かあるんですよ。では坂道を上がってきて出てくるマカオの世界遺産でもさっきのセナド広場と並んで最も有名なねところになります。セントポール天使堂跡と言います広場と、で教会前にね階段があるんですね。みんなそこで写真撮ってるんですけれども、この広場と階段がイエズス会記念広場で、正面のファサードがセントポール天使堂跡という名称になってます。どっかのホテルからタクシーで直接このセントポール教会跡までね来られる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、個人旅行客の方の場合は今回と同じようにセナド広場側からこの教会跡までね上がってくるパターンの方が多いかなと思うんで、今回そのようにねさせていただきました。マカオといえばエッグタルトなんですけれども、いろいろねエッグタルトってメジャーなお店からそうでないのもあったりするんですけれども、なかなかねここ数年結構美味しいと評判のねエッグタルトのお店がこのセントポールのすぐ近くにねあるんで、ちょっとそれを紹介しておきましょう。イエズス会記念広場でクリーム色の建物、これユニクロなんですけれども、ここの今タクシーとか車がねある路地のところをねちょっと上がっていただくと突き当たりにお店があります。マテオリッチっていう学校があって、でそのすぐ横のこのクリーム色のところですね、バムと言います。以前にもね違う店舗のバムのエッグタルトをね紹介したことがあったんですけれども、パンダとエッグタルトです。じゃあエッグタルトね、買いました。で店内の方はこういうお土産屋さんになってるんで、クッキーとかそんなんがメインにね、販売されております。試食もあります。この生地が唇の周りにいっぱいついてるかもしれないけれど、でこのバムのエッグタルトに関しては他のお店に比べるとどっちかっていうと甘さ控えめにね作られてますので、あんまり甘ったりの好きじゃないという方にもね受ける味だと思います。ではもう一度セントポール天使堂跡に戻りますけれども、現在残っているのは教会のファサードというですね最も前の部分だけだったところになります。最初に教会できたのは1583年なんですけれど、現在残っているこのファサードというのは1602年に再建された時のものが残ってるんですね。でこの壁の後ろ、ファサードの後方は教会の内部だったところになるんですけれども、そちらの方は1835年に、原因は様々な説があるんですが火事が発生して、約2時間ほどね、燃えたと言われてるんですけれども、その火事によって内部の方は木造建築だったんですね。でそういったところは全部燃え尽きて、石造りのこのファサードだけが残ったという状態になってます。でセントポール天使堂跡の後方に来ていただくと、ここからの景色もねなかなか良くて、夜に来てもねなかなかいいんですけれども、ここから見えるものであればカジノですね、グランドリスバーと言います。
でさらにセントポール教会のすぐ隣にですね、ナーチャ廟という道教寺院、旧城壁、この2箇所も、世界遺産歴史エリアの中の建物として登録されております。でマカオの世界遺産というのは、東西文化の共存と融合というのがテーマになってるんですね。中国でもありながらポルトガルの時代もあったということで、教会もあればですね、もうすぐ隣に道教というまた別の宗教のものが立っているだとか、こういったところがですね、その東西文化の共存融合として認められたということで、世界遺産にもね選ばれたということなんですね。で続いていく教会はいろんなルートがね他にもあるんですけれど、ここの旧城壁から入っていただいて、このままですね民家を通り抜けていくんですね。そしたらですね、こういった階段が出てくるんで、この道というのがセントポール教会の後ろの方にある道になるんですね。で階段を降りて左側の方へ、方角的には西側の方向へね歩いていきます。でこの道路を歩いてきたら突き当たりがこんなところにあるんですけれども、ここからね下降りて敷地内をね遠慮せず通ってもらいます。これがちょっとした近道になって、ちょっとマイナーなねルートではあるんですけれども、参考として、ご覧になってください。でマンションの敷地内を、通り抜けたらちっちゃい噴水があるんですね。ですぐ横を見ていただくと、こちらも世界遺産に指定された聖アントニオ教会になります。日本語の説明もね書いてるんですけれど、1560年以前に創建されたマカオの中でも最も古い教会の一つに挙げられているんですね。でこのアントニオ教会のすぐ隣にバス停がね見えるんですけれども、そっちのバス停の方へ行きますと、バス停のもうすぐ隣にまたそれぞれいくつかの世界遺産がありまして、まずこちら、広場がカモンウェス広場と呼ばれているところになります。でカモンウェス広場と、同じ広場の中にあると言って過言じゃないでしょう。東方基金会、カーサ庭園と呼ばれているんですけれども、ちょっと今内部の方がね改築中なのか中には入れないんですが、でこのカーサ庭園、それからもうそのすぐ隣にモリソン礼拝堂とプロテスタント墓地という世界遺産がねこちらに位置しているんですね。マカオってポルトガルの影響を受けたので、ほとんどの教会がカトリック教会なんですけれども、こちらがですね世界遺産の中の唯一のプロテスタント教会と、墓地はこの礼拝堂の後ろ側ですね。ちょっと墓地の方は映さないですけれど、こじんまりとした礼拝堂です。ってな感じでマカオ半島側の歴史エリアの中にある世界遺産をね、メジャーなところしか回ってないんですけれども、このように回ってきましたが、全部で30カ所あるとは言ってもですね、隣同士になっているとか、一つの広場の中にまた別の世界遺産の建物があるとかね、そういったところが多いですので、歩きやすい世界遺産だと思います。他の国の世界遺産と比べてね。せっかくこのマカオ半島まで来たので、いつもうちの動画で出てるようなちょっとローカル感あふれたところを回ってみたいっていうね方もいらっしゃるかなと思いますので、ちょうどねそのマカオ初めて来る方にね行きやすいローカル感満載なところがありますので、もうこの近くにねそこに行ってみようと思います。このアントニオ教会のところから坂道をね下っていきます。そしたら途中で10月初5日ストリートっていうのがねあるんで、そこをねちょこっと、紹介しておきます。で坂を下ってきて出てくるところがこういうストリート、名前が10月初5日街です。この10月初5日ストリートまで久しぶりに来ましたのでね、動画ではせっかくなんでお店に行ってこようかなと思います。この辺りまで来ると観光客の方もねいらっしゃるんですけれど、ほとんどが地元の人が歩いてるような感じですかね。観光地じゃありませんのでね、例えばこれウージンって書いてもこれ金物屋とか、別にその観光客の方が何か
買うものってねそんなに多くはないんですけれども、ここはただこういうの見てるだけでもねマカオのその生活感を感じることができてね、楽しいんじゃないかなと思います。で行くお店っていうのがこちらですね。南平ヤシューというお店になります。店内の様子です。メニューはね各テーブルに置いてますので、これ中国語と英語とポルトガル語で書いてるんですね。アイスブレイクティーはこのドン・ニオナイ本茶なので18パタカーですね。チャーシューエッグサンドが24パタカかな。じゃあこちらの名物のチャーシューエッグサンドです。ふわふわで美味しい。ではマカオ半島側の方はねこんな感じで、世界遺産歴史エリアのところをね、の中の一部をねざーっと歩いてみたんですけれども、他にもこういったところがありますので、それをご覧になっていただいて、動画はその後にタイパ島の方になります。それでは今回は詳しく紹介しませんが、こちらも世界遺産のマコーミューという道教寺院、初めてマカオに来る方なら必ず訪れる場所です。そしてマカオといえばやはりカジノの街、先ほどのセントポール天使ドアドからも見えてましたが、グランドリスバーをはじめとして多くのカジノホテルが半島南部に集まります。皆さんもぜひ様々なポイントから撮影してみてください。こちらは半島側で一番有名なエッグタルトのお店、マーガレットカフェエナタというお店、グランドリスバーから徒歩3分です。最後にチェングアンジーというセナト広場から徒歩数分の距離にあるお店、シュウメイというチャーシューとかダックとかこういう吊るされたいかにも中華っぽいやつです。同じようなお店はマカオにたくさんあるんですが、観光地やカジノに近く立地がいいので訪れる日本人客も多いようです。では引き続き動画はタイパ島編になります。それでは動画はこれからタイパ島のエリアになります。タイパ島では主に関野街、そしてタイパハウスミュージアムになります。でこういった広場から、このストリートが関野街になります。でこれから関野街を歩いていくんですけれど、関野街ってどういうところなのかというと、主にお土産屋さんが多く並んでいるところですね。でこのエリアは世界遺産ではないんですけれど、セントポール教会の坂のところらへんにもあったようなお土産屋さんがですね、このようにずらっと並んでいるというところなんですね。せっかくなんで私がねたまに買うお土産があるんですよね。個人で食べたり、たまに帰国するときにね持って帰ったりすることもあるんですけれども、それを一つ紹介しておきますと、もう看板見えてるんですよ。ウェンジービンジアというこのお店になります。で僕の好きなお土産っていうのがこれなんですね。ローバ餅っていうのを書くんですけれど、何種類かの味にね分かれてるんですけれど、僕が買うのはシアンイー、これはタロイモ味ですね。じゃあ1袋買いました。1袋で35パタカでした。このお店は多分タイパのここしかないと思います。他には支店がないと思いますので、私も購入してみたいという方いらっしゃったら、このタイパのこのお店まで来て購入してください。お店によってはねすんごい行列になったりするところもあって、今日そんなにねこれ並んでないんですけれど、後ほどねこれコロワンで食べることになるんですが、ロードストーズベーカリーのエッグタルトですね。カレーおでんのお店がね何軒かあるんですけれども、お昼時っていうのもあるかもしれませんが、結構な、列になってますね。ここが
この関谷街では一番有名なカレーおでんの店になるのかな。ここはもういつも大行列ですね。周り見ててもね、食べているのがカレーおでんですね。それから以前はマカオ半島側の方にお店があったんですけれども、ポルトガルの缶詰専門店になるんですよ。お店の名前っていうのが漢字ではこのように書いていて、これがポルトガル語の店名ですね。大航海時代の保存食としてね、缶詰文化っていうのが始まったということでね、さまざまな種類の缶詰がね、この店内にびっしりとね並んでおります。パッケージもなかなかおしゃれな感じなので、お土産に持って帰るっていう人も多いようです。店内では試食もできますので、ぜひ行ってみてください。あとこのお店はドリアンアイス売ってるんですね。食べてみたい方いらっしゃったらぜひ購入してみてください。ドリアンだけじゃなくてね、なんかマンゴーとかイチゴとかチョコレートとかのアイスもあるし、ダーツァイガオっていうのが、これはなんだ、日本で言うとちょっと名前出てこないんで字幕に出しておきます。というのがですね、関谷街というところで全長で200メートルぐらいなのかなと思うんですけれど、それぐらいのエリアのところにね、びっしりとお店が入ってます。タイパのその観光のメインのストリートになるんですけれども、ここからねちょっと路地に入ってもね、なかなかおしゃれな感じになるんでね、ちょっとそういったところも少し見ておきましょうか。スタバからしてもね、なんかおしゃれな感じになってますし、このファミグリアっていうのね、これもなかなか美味しいポルトガル料理なんです。1回だけ私もね食べたことあるんですけれどね、路地っていうのはこんな感じになってまして、ポルトガル風の建築っていうのはね、こういうなんかピンクとかエメラルドグリーンとか原色系の色がねよく使われているんでね、マカオ半島の世界遺産エリアの方とはちょっと雰囲気が違って、こっちの方がおしゃれな感じになってるんですかね。まるでね中華圏の一部とは思えない、ちょっとヨーロッパに来たような、なんかポルトガルのなんかどっかの路地に入ったような、そんな感覚になれるんじゃないでしょうかね。映えを意識したようなポルトガルのタイルが散りばめられております。私もね実際そんなにねこの路地の中めちゃめちゃ把握してるってわけじゃないんですけれどもね、ただそんなに大きなエリアじゃないですので、適当にねブラブラしてみるのもいい感じじゃないですかね。あと個人的におすすめとしては、結構こういうところってね街灯がなかなかおしゃれな感じになりますんでね、夜にねこういったところ歩かれるのもいいんじゃないですかね。こういった街灯が多いところです。でこの関谷街のところからそこの階段を上がってね左の方に行くとタイパハウスミュージアムっていうところになるんですけれども、その前にねこの道路ですね、ここもねなかなかいい感じになってるんで、ちょっとそこねご覧になっていただきましょうか。このストリートの突き当たりまで、ね、来たんですけれど、このエメラルドグリーン色のこの左側に見える建物がタイパコロワン歴史資料館っていう、博物館みたいなところなんですね。多分この辺りぐらいでね写真とか撮れる方多いと思うんですけれどもね。でここからもう一つずっとまっすぐ行って、もう一つの突き当たりの方までね歩いていきますと、こちらがもう一つ反対側の突き当たりぐらいまで来たところなんですね。おしゃれな感じのねカフェがあってね、これだったらアイスファイヤーエッグタルトこっちの方が映ってるかな、はっきりと。中はこんな感じですね。そこの女の子のいる小窓のところで注文するんですね。で三宝廟っていう道教寺院があって、中はなんか座れるようにもなってるんですけれどね、非常に雰囲気のあるところです。でこの壁のところなんですけれども、イーロン
パオルチャンと言いまして、19世紀から20世紀初頭ぐらいかな、線香、花火、それから爆竹をね製造したんですね。あとマッチとか、それの工場跡になるんです。でずっとねここ閉鎖されてたんですけれども、再開発して今はね中が見学できるようになってるんですね。ここがかつてのエントランスだと思うんですけれど、現在ここから入るのではなくて、なんか工場跡のすぐ横に公園みたいなのがねあるんで、ここからね中の方に入っていきます。でこれがかつての爆竹工場跡地の、現在の様子になります。一本小さい川がね流れてるんですけれども、材料とか物資とか完成した製品を船に乗せてねこの川で流して運んでいたみたいですね。でこの工場跡地の中にねカフェがあるんですよ。軽くコーヒーでも飲んでみましょうか。向こうにテラス席があるんですね。カフェの中こんな感じになってるんだ。なんかこの中でも食事できるんですね。アイスコーヒー一つ注文したんですけれど、ここで飲もうかな。結構グラグラだな。今回コーヒーだけにしましたけれども、ケーキとかサンドイッチとか、あとクロワッサン、なんか具材を挟んだやつとか、そんなもありますのでね。まあ静かですしね、ここ環境が。関野街のところね、どうしてもああいうわーってね、人が集まってるところですので、ちょっと静かな空間を求めたい場合にね、こういったところにも、ぜひ足を運んでみてください。テラス席もなかなかいいですね。ただ夏はねめちゃめちゃ暑いです。でカフェの中は当然エアコンがね入ってると思いますので、暑いのが嫌な場合は内部の方で食事飲んだりしてみてください。でここから次はタイプハウスミュージアムっていうところに移動します。前にあるのはある動画で紹介した福岡豚骨ラーメンのダンボですね。で他のところからでもタイプハウスには行けるんですけれども、個人的に気に入ってるのがここの路地を入っていくんですね。前に石の階段があってそれ上がっていくんですけれど、このエメラルドグリーンのね建物があって、なんだか雰囲気のねあるところなんですよ。でこの石の階段のところにねアートがあって、こう猫とねで建物のデザインですね。階段上がってくるとこちら公園になってるんですけれど、向こう側振り返ってみればあちらがタイパの、住宅エリアのところですね。ポイントで僕も動画撮りたいけれど、ずっとあそこで写真撮影してるからな。下のカメラマンになんかいろんなことを要求してるんですよ。ちょうどよかった。少し下がってくれた。階段上がってくるとね、こんな感じな光景です。屋根がオレンジ色でエメラルドグリーンの建物ですね。これがそのタイプハウスミュージアムというところになります。でこういった建物がですね奥まで合計で5棟建ってるんですけれども、こちらタイプハウスミュージアム、数字 OP1921 年とかね書かれてるんですけれども、1921年に建てられた建物で、かつてのポルトガルの高官たちが、暮らしていた屋敷の跡地なんですね。それをね例えばここだったら博物館になってまして、撮影してるの月曜日で、この月曜日がね定休日なんですけれども、昔の高官の暮らしていた暮らしぶりをね再現した博物館であるとか、あと奥の方にはお土産屋さんであるとかね、今はカフェもね、奥の建物の方に入っております。お土産屋さんはこんな感じになってます。ポルトガルで有名なお土産のガロですね。なぜかドラえもん売ってます。タイプハウスミュージアムの建物から
向かい側を見るとこれから行く湖帯エリアになります。少しね霞んでるんでね、ちょっとぼんやりしたような感じにね見えるかなとは思うんですけれどね、マカオの IR 地区ですね。で方角としては向こうが南ですね。今ここがタイパ、そしてコタイ、そしてさらに南に動画では一番最後に行くコロワン島のエリアになります。かつてはタイパとそしてコロワン島っていうのはですね離れていたんですね。このコタイエリアっていうのは埋め立ててできたところなんです。海を埋め立ててできたところで、現在はタイパとコロワン全部つながっております。ここにね沼地のように見えるんですね。これ夏になるとねハスがいっぱい咲くんですけれども、だからタイパハウスミュージアムっていうのはもともとですね海沿いに建てられた建物で、現在はこのようにもう埋め立てによってですね海ではなくなって沼地のようになっております。ではここまでがタイパ島編になりまして、ここから動画は向こう側のコタイエリアになります。それでは動画はここからコタイエリア IR ですね。IR として作られたエリアになります。もともと先ほどもタイパハウスのところで言いましたけれども、かつては海だったところをですね埋め立てて土地が出来上がりまして、この辺りがそのコタイエリア IR というところになります。今回の動画ではベネチアン、ロンドナー、MGM、最後にリスボエタという順番でね回っていきます。さあまずはベネチアンの中の方へ移動します。まず中に入ってきたこちらがベネチアンホテルのメインロビーになります。向こうがフロント、ホテルのフロントチェックインのところになります。メインロビーからこの通路まっすぐ行くとね、もうすぐにカジノのエントランスですけれども、カジノ内は写真撮影、ビデオ撮影一切禁止なので、現在1階から上の3階ショッピングのフロアに上がります。で3階っていうのがショッピングのエリアで340、50店舗ほどの店舗がね入ってるんですね。真ん中のところがエスカレーターホール、これは下のカジノ場とつながっているところになりまして、で水色のラインが3本あるんですけれど、これが運河ですね。もうすでにねこちらからでも運河見えてるんですけれどね、イタリアのベニスの街を表現したようなところなのでね、こういった運河があってゴンドラも流れております。でこの運河のところですね、天井が空のようになってまして、実際の街中を歩いているようなそんな気分にさせてくれます。こちらはこの3階ショップエリアの真ん中ら辺の、先ほどのマップでも、少し案内しましたエスカレーターホールですね。ここからですね下に降りると1階のカジノのエリアに直結しております。カジノが若干見えるかなそして天井がですね、こういうデザインになってます。同じく3階のフードコートのエリアになります。イタリア・ベニスのサンマルク広場をイメージしたところです。でこのベネチアンの3階のショップのエリア、合計すると300店以上ものお店が入っているということで、かなりね他のコタイエリアのホテルと比べてもちょっと複雑なね作りになってて迷路みたいに感じるかもしれませんが、このように考えてください。この運河があるところっていうのは3階の外周部分で、真ん中のところに先ほど行きましたエスカレーターホールですね、
がありますので、迷ったら一度エスカレーターホールまで出ていただいて、そこで方向修正された方が手っ取り早いかなと思います。運河のところってね、もちろん入ってるショップは様々ですけれども、雰囲気がどうしてもね似てますのでね、運河のところでうろうろされるとね、ちょっと分かりにくくなってしまうかもしれませんね。お店の方はもうショップもあればね、レストランもあり、いろいろと入ってるんですけれども、高級ブランドのお店もあるんですが、どっちかっていうとカジュアル的なブランドの方が多いんじゃないかなと思います。では先ほどのベネチアンメインロビー側のエントランスから今度はロンドナの方に行きます。横断歩道渡ってもね行けるんですけれど、こちらの塔からですね、エスカレーターなどを使ってロンドナの方へ渡っていきます。なんかこの辺りぐらいからね、インスタのリール動画とか撮られる方が多いらしいです。ちょっと僕もどうやって撮ってるのかあんまりよくわからないんですけれどもね。で正面がロンドナーになります。さっきのベネチアンはイタリアのベニスをモチーフにした。でこちらはイギリスの、ロンドンをモチーフにしたところです。以前はねコタイセントラルという名前だったんですけれども、数年前に変わりまして、現在はロンドナーという名前になってます。ですので、外観がイギリスというか、ハリーポッターみたいなあんな感じじゃないでしょうかね。じゃあロンドナーの中に入りつつあるんですが、館内ね以前にも増して BGM が流れているエリアがちょっと多かったので、著作権の問題もあってアフレコ対応にしています。クイーンとかイギリス代表するロックがね結構流れてたと思います。ベネチアン、そしてフォーシーズンズ、あとエッフェル塔のパリジャン、そして、このロンドナーとですね、通路でつながっているんですね。でその雨の日でも館内を歩くような感じでね、ベネチアンからロンドナーでもこういう連絡通路がありますので、雨の日でも濡れないように移動できます。ロンドナーは4つのホテルの複合施設。外観だけではなくて内部もロンドンっぽくなっています。こちらがロンドナーホテル側の、メインロビーっていったところですね。なんかロンドンの駅の中をイメージしたようなそんなデザインです。こちらは1階ですけれども、1階がこういった、ホテルのロビーであるとか、あとこちらカジノのエントランスですね。1階にもショップはちょこちょこ入ってるんですけれども、上の3階5階とですね、そちらもショップのエリアになってます。こちらはチェルシーガーデンといいまして、ロンドナー館内のフードセンターといったエリアでしょうか。以前ここはフィーストといってビュッフェのレストランだったところです。内装はイギリスと中国が混ざったような、でもなんだかレトロな作りな内装です。ではほんの一部分だけだったんですが、これがロンドナー館内の様子でした。次はロンドナーの後方に立っている MGM 個体です。続いては、ロンドナーの後方にあるんですね。 MGM 個体になります。マカオ半島側にもね MGM あるんですけれど、ただこっちはMGM の後ろ側の方なので、後ほど正面側の方もね撮影します。MGM シンボルのライオン像です。じゃあ MGM 館内も BGM が流れていたために、こちらもアフレコ対応です。ベネチアやロンドナーと違うのは、ショップの数こそそんなに多くはありませんが、アート、芸術性を重視した内装だそうです。こちらはホテルのメインロビー。非常に広い空間でチェックインの時にテンションが上がると思います。メインロビーのすぐ隣にあるガーデンのエリアです。芸術性を重視されているのがよくわかる空間だと思います。
撮影はイースターホリデーの前だったので LED スクリーンにはウサギが多く出てましたね。これは頭が MGM シンボルのライオンの伊田天蔵でしょうか。これはラジコン、春のイメージのミツバチが飛んでまして、昨年の夏はイルカが宙を漂ってました。それではですね、MGM 個体、こちらが正面側ですね、ちょっと LRT のレールが邪魔しちゃってね、はっきり見えにくいところもあるんですけれど、これからリスボエタの方へ移動します。あと周りはリスボエタのすぐ隣がリスボアパレス、そしてウィンパレスになります。 MGM 正面側、この方が見やすいかな。では最後のリスボエタ到着です。でリスボエタの館内に関しては過去に2回か3回動画に出したことがあるので、詳しくはその過去動画をねご覧になっていただければなと思うんですけれど、リスボエタ、個体エリアの一番端っこの方に位置しますので、これまでに何度もマカオに来たことがあるっていう人でもね、リスボエタまだ1回も来たことないんですっていう方もいらっしゃるかもしれません。で今日紹介するのはね、ちょっとマニアックな情報なんですけれど、食べてみたいなと思うやつがあるんで、それを、せっかくなんで紹介したいなと思います。ではまず中の方へ進んでいき、昔のマカオっぽい内装のエリアも通り過ぎていきます。すると H853 という場所に出るので、横を見るとコティスというカフェがあって、入り口前に牛が置かれているんですね。セナド広場で少し触れた牛乳プリン、いい州にユナイゴンスーとコティスのコラボのショップなんです。コティスはマカオ資本の会社なんですが、日本風のカフェを経営していて、コーヒーやスイーツを販売しています。メニュー表があって、今日食べるのはこれ、牛乳プリンの上にソフトクリームが乗っかったやつなんです。それでベルを押すと店員さんが出てくるシステムですが、何回ベル押したことか、店員さん出てくるまでにね、5分近く待ちましたね。奥で寝てはったんですかね。店員さん出てくるのにはちょっと待ちましたけど、プリンの上にソフトクリーム乗せるだけなんで、あっという間に出来上がりました。ソフトクリームはほのかなリンゴ味で爽やかなテイストです。他の味はないとのことでした。ソフトクリームの下はもちろん牛乳プリンで、こちらも濃厚な味わい、最後まで美味しくいただきました。これはコラボ商品ですので、セナド広場やタイパにあるお店では同じ商品は扱っておりません。食べ終わったこの瓶は持ち帰り可能だというふうにマカオの人のインスタでね見たんですけれど、ちょっと真相はごめんなさい、よくわからないです。ではベネチアン、ロンドナー、MGM 個体、そしてリスボエタとですね、ほんの一部だけではありますけれども、ここまでが個体エリア編となります。では次は最後のここからさらに南へ行ったマカオの最南端ですね、コロアンの方へ移動していきます。個体エリア最後にこのリスボエタすぐ横のね路線パスのバス停来たら、個体エリアのね全体図、どこのホテルがどこにあるかっていうのがねこれで出てますので、例えばベネチアンとかね、向かい側のロンドナーとか MGM、そして先ほどのリスボエタですね。それと個体エリア宿泊される視聴者さんからねたまに質問があるんですけれど、よくうちのチャンネルって半島側とかのねローカルなヤムチャとか食事どころとかね紹介してるじゃないですか。ああいうのが個体エリアの方にはありますかっていう質問があるんですけれど、個体エリアっていうのは IR としてねもう最近できたところでありますので、下町とかね生活圏内ではありませんので、そういったローカルなところに行かれるのであれば半島側の方であるとか、あとタイパのね動画にも出てきました関野街とか方面まで行くようにしてください。ではコロワン編に進む前にもう一つ個体エリアの楽しみ方を紹介します。これはマカオ版ゆりかもめ LRT に乗車して撮影したものです。
湖帯エリアの外周部分を走るので、移動手段としてもいいですし、遊覧観光としての利用もありです。朝6時半から夜の23時59分まで利用できますので、一種の観光スポットとしてもいいんじゃないでしょうか。あと、湖帯エリア内のシティオブドリームの中にあったダンシングウォーターショーになりますが、コロナ以降長らく休止していましたが、いよいよ今年2025年5月から再開します。URL は概要欄にございますので、そちらからご覧になってください。はい、ではラストコロワン島編になります。でコロワンに関してはパンダ館、そしてコロワンビレッジの2点になります。まずはパンダ館になります。パンダ館の場所になりますが、コロワンのこういう公園になります。西百湾郊野公園というところですね。公園の何箇所かにこの公園の見取り図みたいなのがねあります。でパンダの場所なんですけれども、パンダマークがですね、これとあともう1個とね2つあるんですけれども、パンダが見れるのはこのマークのダーションマオグワンというところになりますので、この場所ですね。でもう一つのパンダのところはインフォメーションセンターみたいになっているのかな。あんまり観光客の方そこまで立ち寄ることはないと思いますけれども、でコロワン編の前にタイパとあとコタイ編がありましたけれど、そのタイパやコタイからですね、アクセスが非常に便利になりました。この公園まで、この公園のもう徒歩数分の距離のところに LRT の駅がありますので、詳しくは過去動画ですね、サムネここに出しておきますけれども、そちらの方も概要欄からご覧になってください。じゃあパンダ館の前に着きました。矢印に沿って入り口の方へ向かいます。それとパンダ館の開放時間っていうのがね看板になるんですが、朝は10時から昼の1時まで、午後が2時から夕方5時までとなっております。ギフトショップは9時半から夕方6時半までですね。そしてパンダ館毎週月曜日が休みです。政府系のところってね月曜日とか火曜日が休みにするっていうところね多いんですけれども、でもし月曜日が祝日の時であればその時は開放しているんですが、翌日、火曜日が休みになったりするっていうことがあります。マカオのパンダなんですけれど、合計で4頭いるんですね。オスメスつがいこの2匹と、でそこの間に生まれた、双子の子供がいるんですね。で合わせて4頭になります。あとパンダ館なんですけれども、数年前までは有料だったんですね。ですけれども、現在は無料でご覧いただけます。なので無料ですから特別入場にあたって予約するとかそんなんは必要ありませんし、チケットをどっかで受け取るっていう必要もありませんので、もう来たら矢印に沿って中の方にお進みください。はい、じゃあ入り口に沿って中の方に進んでいきます。あんまり大きな声出せないんですけれども、こちらパンダ館の内部になってます。あと撮影は自由なんですが、フラッシュは使わないように。館内ね見てきましたけれど、今日パンダ2頭いたんですが、その2頭ともずっと後ろの方にいてね佇んでいたような感じだったので、過去に撮った動画でもっとね近くにいた時があったんですね。でそっちの方がはっきりね映ってますので、それをちょっと今代わりに動画でちょっと流してみますね。は
はい、ということでパンダいかがでしたでしょうか。パンダが何頭見れるかどうかっていうのはね、もうその時のタイミングですので、何時から何時までだったらパンダが全部見れますとか、そういうことはね特に決まってはありません。もうちょっとこれはねもう運次第であるんですけれども、無料でねパンダがご覧になれるということなのでね、非常にお得なパンダ館だと思います。それからパンダ館のすぐ近くにはギフトショップがありますので、パンダ館ですのでパンダ関連のグッズがいっぱい売ってます。先ほどの公園の見取り図ですけれど、パンダ以外にもね他に動物がいたりしますので、カバとか牛とかヘビとか鳥とかいろいろといます。猿もいる。ということで、パンダ館はここまでになりまして、動画は最後の、コロアンビレッジの方になります。はい、ではラストコロワンビレッジになります。マカオ半島、タイパー、そしてコタイエリアとね、回ってきましたけれども、そういったところとはまた全然違う、雰囲気のところでありまして、昔ながらの感じが残っている、まだまだそののどかなのんびりとした空気感がね、残っているのがこのコロワンビレッジになるということで、これからそういったところをねお伝えできればなと思います。まずコロワンビレッジで真っ先にね紹介されるところが多いのがこちらですね。エッグタルトのお店になります。タイパの関野街でも支店があったんですけれども、このロードストーズベーカリーのアンドリューのエッグタルトですね。日本でもね最近ちょこちょことお店ができたりしてるんですけれども、このお店がマカオのエッグタルトの発祥の場所なんですね。お店の方は1989年にアンドリューという方が始めたのがですね、こちらのお店になります。ということで、過去動画でもこのエッグタルトをね紹介したことはあるんですけれども、今回も早速ですが一つ買って食べてみたいと思います。あと店内なんですけれど、写真撮影 OK ですがビデオ撮影は禁止になってます。ちょっと店内の撮影はできなかったんですけれども、エッグタルトは買ってきましたので、ちょっとどっかで食べたいと思います。じゃあ早速いただきます。最近はあちこちでねいろんなエッグタルトがね販売されておりますけれども、やっぱりこのエッグタルトが王道ですかね。お店の方はコロランビレッジのが本店で、他に支店で関野街、タイパの関野街と、そしてベネチアン、あとロンドの中にもね支店があるんですよ。で関野街とかベネチアンの中とかロンドンの中とかの支店の方はね結構並びますね。やっぱり観光客が多いからでしょうけれどね。でコロワンビレッジの方に関しては割とすぐに買うことができます。そんなに順番待ちしないと思います。しかしやっぱり相変わらずサクサクでね生地が美味しいわ。じゃあエッグタルトも食べ終わりましたので、少しずつ散策していきます。地元の市場というのかマーケット、果物とか野菜を売ってるところですね。でずっとこの路地を進んでいきますと、こちらはコロワンビレッジで一番の観光ポイントということでいいでしょう。ザビエル教会となります。教会の前の広場はですね、世界遺産のセナド広場と同じようにこういった波模様に、なってます。で教会のサイドにレストランがね2軒あるんですけれども、こっちの方が、広東料理のレストランで、もう一つ向かい側がポルトガル料理のレストランになります。いつかねここでまた撮影したいなとは思ってるんですけれどね、どっちかで食べて。こちらも普段はね中に入れるんですけれども、今日はちょっと閉まっちゃってるんで
外観だけにしますけれど、教会としては1928年に建てられました。教会の向かい側が海沿いになってるんですけれども、先に引き続き路地の中をね歩いていきます。関東料理、海鮮がね主に多いと思うんですけれどね、こっちの方が調理場か。今カーテンしてるんですけど、ここに水槽があって、魚とかがいるんですね。すごく雰囲気がありますね。ここはおそらくね、中から生活音が聞こえてるんで、今でもね人が暮らしてるところもありますし、ここはこの間までレストランだったけれど閉店しちゃったか。で突然こういった憩いの場みたいな健康器具を置いてる公園が出てきたりだとか、カラフルな民家とかもね出てきますし、ここはタイ料理かな。こちらウォールアート、猫とか犬とかモチーフにしたなぜかね骸骨もいますけれど、あとこれはポルトガルの街並みかな。現在はちょこちょこねお店が、ね、でき始めてはいますけれども、やはりまだまだねのどかな静かな雰囲気がね、残っております。先ほどの路地のところからちょっと抜け出て海側の方にやってきました。海の色はねいつもこんなちょっと茶色けた色なんですけれどね、向かい側の陸地の方が広東省珠海の、向こうは中国大陸になります。ですのでマカオというのはここまでになるんですね。矢印の案内板が出てきましたけれど、上のこのタンゴンミャオっていうのはまっすぐ行ったところなんですけれども、今ちょっとそこがですねお祭りか何かの関係で今封鎖されてるんですね。だからちょっとそっちの方までは行けないですから、下のこの天古廟っていうのに行ってみましょう。テンプロデティンハウですね、ポルトガル語ではい、ティエンホーミャオです。そのティエンホーミャオという道教寺院に行く前にちょっと寄り道をしていくと、今封鎖されているタンゴンミャオっていうのがちょっとこういう風になっててですね、横からもしかしたら行けるかなと思ったんですけれど、ちょっとこのような状態になってますので、ちょっと今回は諦めます。なかなかこの風景いいと思いませんか？なんかどっか日本を思わせるようなね、こう用水路があってね、その辺が畑とかちゃうかな。ティエンホーグミャオ、ザビール教会という教会があり、でこういう道教寺院がありというですね、世界遺産のところでもそうでしたけれども、こういうのがねマカオではもう日常茶飯事なんですけれども、ここもティエンホーという神様を、誕生祭かな、それを祝う行事がね多分間もなく行われるんで、ちょっとこういう花飾りとかが今用意されてるんでしょう。ティエンホーというですね世界遺産のマコーミュ、今回あんまり詳しくは紹介しなかったんですけれども、その神様と同じなんですね。ちょっと名前がね違うんですけれども、全く同じ神様になります。漁師の守り神ですね。後ほどね漁村だったっていうところをね行きますけれども、この辺り、コロアン、マカオ全体そうですけれども、このコロアンのところもですね漁師が昔多くいたということで、そういった人たちを守るための神様が祀られております。こちらに鎮座されているのがマソ様ですね。ちょっとあまりはっきり映ってないかもしれないですけれど、女性の神様で漁師の守り神となります。一瞬象牙かなと思ったんですけど、こんな細くないですね。これ多分クジラの骨ですね。建物で隠れてね海までは見えないんですけれど、こちらが道教寺院から見た風景です。古い建物をね再利用したようなところですね。カフェみたいになっていたりとかね、あとお土産も売ってるのかな。
昔ながらの雰囲気を保ちつつもこういう風に、ちょっと今風に映えになるようにアレンジされたようなところですかね。ザビエル教会の後方にある路地裏のところですね。こっちの方はだいぶとね、こういう風に生活感も漂ってきますね。タイパの関野街のあたりと同じようにね、こういう風にちょこちょこね、路地裏入ってみるのも楽しいもんじゃないでしょうか。ここもそんなに広いところじゃありませんのでね、適当に入っていただいても別に危ないところはありませんし、別に迷路のようになっているわけじゃありませんのでね、そんなに難しくはないと思います。散策するのに。教会近くの方はね、もう海岸沿いになってるんですけれど、反対側の方に来るとね、山側の方になってます。じゃあここでちょっとランチしようかな。上がマンションで下がお店です。店内でも食べれるんですけれども、こういう風に屋外テーブルもございます。店内の雰囲気こんな感じです。まずドリンクリンモンリービンナーという冷たい方にしたんですけれども、リービンナーというカシスドリンクですね。カシスの甘みとレモンの酸っぱさが効いててさっぱりするわ。暑いしね今日。名前はシャーダンジューパーファン、トマトソースベースの、ポークチョップライスです。こういう風にポークチョップとあとハムとか玉ねぎとかがね、上にライスの上に乗っかってます。いただきます。非常に家庭的な味だ。じゃあこれを持って店内でお会計。17っていうのがドリンクで、43パタカがポークチョップライスですね。じゃあランチ美味しくいただきました。おすすめしたいお店の一つでもあるんですよ。雰囲気もねいいですしね、料理もね美味しいですし、そんなに高くもねないでしょうからねどっちかっていうと地元の人の方が多いんじゃないですか、あそこのお店利用される方は。平日でもね、会社のそのお昼の休み時間に車を運転してね、ここまで食べに来るっていう人もねいるくらいなのでね、地元の人にもね長く愛されているお店だろうと思います。ではここからはまた海側の方をね歩いていくんですけれども、先ほどのところとは違ってもともとその漁村だったその元漁師たちが多く、暮らしているというところをですね歩いていきます。ちなみにさっき最初にエッグタルトね食べましたけれど、ここがそのロードストーズのベーカリーのカフェですね。この水色の建物なんですが、先ほどのエッグタルトの本店の後方ですね。こちらもそのロードストーズベーカリーのカフェになってます。ここでもエッグタルトね食べれますし、本当にカフェみたいになってますので、アフタヌーンティーとかね、サラダとかサンドイッチとかメニューも豊富です。昔は漁村だからといって別に決してね地味な感じではなくて、こういう風にねカラフルなところもね多いんですね。現在のマカオでは漁業を営んでるっていう人はねほとんどもういらっしゃいません。海産物とかは全部卸になってますので、漁業で生計を立ててるっていう人はいないんですけれども、元漁師たちが暮らすエリアということで、現在はねこういう風にお店とかをね営業されていたりされてるそうです。ルーフォントーミエングワン、ここもね結構有名なお店でね、今これ外にいらっしゃる人順番待ちしてるんですね。今でもこういう漁村のね名残っていうのは残っててね、ここら辺では干物を売ってるんですね。中にフカヒレとかね、魚の浮き袋であるとか、こういう風な魚の干物も売ってます。めっちゃ干物の匂いが漂ってくるけれど、こちらからねこういう風に海が見渡せてます。フカヒレだな。こちらはハトバですね。
海の風が気持ちいいな。はい、先ほどの海岸沿いのところでも説明しましたが、向かい側が広東省のエリアですね。今日ちょっとね霞んでてこれ見にくいかな。ちょっと今拡大するんですけれどね、ちょうど今真ん中ら辺にね出してるんですけれど、そこがマカオ大学ですね。ちょっとマカオってね土地がちょっとちっちゃいので、もともとキャンパスねマカオ側の方にあったんですけれども、さすがにね生徒数学生数も増えてちょっと足りなくなったということでね、今は中国側に土地を借りてマカオ大学のキャンパスが樹海側にあります。先ほどまでは向こう側をちょこちょこ歩いてたんですね。教会とかがあるのは全部向こう側です。はい、ということでですね、コロワンはパンダ館、そしてこのコロワンビレッジとね回ってきました。コロワンもですね、もうちょっと細かく見ていきますとね、他にも見るところはねあったりするんですけれど、今回の動画初めての方向けということでねやっておりますので、はい、ちょっとあまりマニアックなところはね省いて、パンダ館と、コロワンビレッジだけにね留めておきました。ということで、今回の動画はマカオ半島サイドの歴史エリア、そしてタイパ島、コタイエリア、そしてこのコロワン島のエリアとね回ってきましたけれども、いかがでしたでしょうか。4つのマカオですね。半島側の、歴史地区で、タイパ島のあそこはタイパビレッジってね、呼ばれてるんですけれども、関野街とタイパビレッジの、歴史もねあるんですけれども、ちょっとおしゃれな感じに、ね、なっている街並み、そしてコタイエリアという IR 地区、そしてコロワンの昔から続くねのんびりとした空気感の、あるコロワンビレッジということでですね、いろんなマカオをねこの動画を通してご覧にいただけたかなと思います。きっとまだマカオに行けないという方もね、この動画をご覧になっていただいて、今度マカオに行ってみようかなと思っていただければね、幸いでございます。はい、で今回の動画どっちかというと街並みをね中心に映しましたので、いつものようにあんまりグルメとかね移動手段とかそういったのはねちょっと今回はあんまりねそこまで詳しくはやらなかったですけれども、うちのチャンネル、いろんな動画がありますので、そちらの方もねまたご覧いただければなと思います。ということで今回の動画ちょっと長くなったかなと思いますけれども、長時間のご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。それではチャンネル登録をして私と一緒にマカオの散歩へ出かけましょう。バイバイ。